前から疑問に思っていたことがあるので、検証してみました。皆さんはご存知だと思いますが、電力の、なんと言いますか相互乗り入れ、のようなものです。まあ動かしながら改善しよう。では力作をご覧いただきます。増えてるんじゃない？増えるわかめじゃあるまいし、ポンポコ食えないでほしいわ。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回はループ配管のお話から、経験者ならあれね、でしょうけども、未経験だとなんのこっちゃですので、ループ配管は文字通り、配管をループさせる技術なのですが、これが普通にループを組んでも成立しません。名前だけ知ってたから技術だと思いませんでした。さて、ループ配管ってたらこう、したくなります。しかしこの配管ですと、ここで止まります。じゃあどうするんだ、という話なのですが、こうなるそうです。繋いでみます。無事に液体が流れ始めました。これは気体パイプでも同様だそうです。なんでとお思いの方、オキシのこのブリッジには、優先設定がつくらしいのです。このような配管ですと、内容物は左右に等分されて流れます。しかし、ここにブリッジを入れますと、右の経路が優先されます。これって非常に重要なテクニックのようです。実際に、作り方と活用方法を身につけたらゲームが変わりました。ちなみに本来の使い道はこうです。すでにある配管をまたぐのに使います。今後の当チャンネルの動画では、この技術を用いていきますので、一応、素人なりに解説してみました。はい、液体クーラー系列の開発が佳境を迎えておりますが、配管に想定よりも温度の低い水が入り込まない工夫に失敗しています。後に重大な間違いに気づきはするのですが、これはこれで謎ではあります。現在のおおよその流れと仕組みはこうです。温度確認でパイプセンサをつけて、液体遮断機を自動化しているのですが、センサの位置を付け替えてもここを想定以下の温度の水に突破され、クーラーの出口の配管が壊れ続けています。何が悪いのかわからん。というか液体遮断機の扱いを間違えてるなこりゃ。雪塩水につけたやつは機能してるのにね。以前から疑問に思っていたことがあるので、検証してみました。皆さんはご存知だと思いますが、電力の、なんと言いますか相互乗り入れ、のようなものです。現在、画面内の配電網は2つが相互に繋いであります。変圧器なしでこのようなことをすれば、お互いのバッテリーが充電されてしまいます。これを変圧器を挟むことで、流れをカットできないかということです。設定は先ほどと同様、下の発電システムを止めて上の電力が流れ込んでくるのかを確かめます。うんともすんとも言いません。変圧器、もしくは電線の切り替え付近で電力の流れが一方通行になるようです。これで大きく進歩しました。系統ごとに停電を恐れる必要がなくなります。このような誤解をしていたのには理由があります。湯気サバ主の心の友こと、日本語版まとめ域です。これを見ると変圧器の先には1系統の接続しかできないのだと感じます。先人たちのユーモアにまんまとやられた湯気サバ主であります。しかしこれで配電網が一変するな。各発電施設が電力限界ごとの電力網を相互カバーできる。近いうちに配電網の大幅な再デザインをしましょう。ずっと気になってたからな。良い機会だ。嬉しい情報が手に入った。ようやく液体クーラーの分岐のデザインミスに気づきました。液体遮断機ではなく、クーラーそのものを停止して給水を妨害するとは。遮断機だとダメなんかね。みんなこれでやってるってことは、ダメなんじゃないかね。ようやく液体クーラーが安定動作しました。長かった。サンドボックスで試すべきだったわね。しかも微妙に気体が残ってるからな。完全には程遠い。そもそも蒸気化の確認も必要だし。まあ動かしながら改善しよう。では力作をご覧いただきます。今回の冒頭で触れた優先度用のブリッジが各所に施されております。まず入力ですが、上の蒸気噴出口経由の熱湯と、精錬装置からの熱湯、精錬装置を優先して入力します。そこからループ配管で熱を移動、クーラー左の液体パイプ温度センサで適温を検出したらレッドサインを出力。レッドサインを受け取った液体クーラーは機能停止、適温の水はクーラーに入れずに上に向かってバイパスされます。その水はさらに上部で右の経路、精錬装置への供給に優先され、残りが左のタンクを経由してコロニー内へ。これで精錬装置の連続での稼働が可能になりました。あとは蒸気タービンの稼働と、その際の熱問題だな。それによってこの辺を閉鎖するか決まるから重要ね。それにしても、液体クーラーの単体稼働が待たれるんだが、前回、見てたセルフクーリングはできないの？アルミニウムとエタノールが必要なんだって。エタノールがどうもならんわね。何しろアーバーツリーが1本しかないからな。しかもどんぐり出ないし。ピップがかじらないとどんぐりが出ないって本当なんかね。海外版のまとめでも書いてる。というかピップって書いてるのは気になる。抱きつきだとダメとか？試してみましょうか。3度で検証しよう。今回はすぐに終わります。こんな感じに用意します。上が元のピップ、下が抱きつきです。室内にどんぐりが発生すれば、ピップが植えるか加えるかするのでわかるはず。結果はこうなりました。思ってたのと違う。抱きつき側に2本発生してます。一度、気になっただけでこれです。じゃあうちではなんで発生してないわけ？すげえ嫌な予感がする。裏で確かめておく。何事？あれ、違ってた。施肥が届いてなくて停滞してると思って見に行ったんだけど。じゃあなんでどんぐりが出てないわけ？いよいよわからん。
泥率 10% らしいんだけど、さっきの3度で10本中、2本出てたのに、体感 20% なのに、怪奇現象ということにしつつ、しばし注視しよう。岸田総理大臣か。汚ーい。うわぁ、実はこういう、船に移動する配管で今までやってたんですけど、これって実は処理を圧迫するし熱移動するしでろくでもないんじゃないかと思いました。うまくいくかわからないですが、こんな風にできないかなと。普段は下の経路で、下が停止したら上のタンク群から供給？今回の配管の優先度を使えば無電力でやれると思うんだけど。面白いし、クールじゃない？ちょうど、天然ガスが枯渇して、右の経路を作り直してたから3度で試してからやってみるわ。残る問題は左右のタンク群の合流か。こいつは頭が痛いよ。合流用のタンクを用意しようにももうパンパンだからね。1ミリの隙間もない。アドバンテのお父様がテナントを押してる理由が分かったよ。単純に配管合流じゃダメかね？渋滞しないかな。左右のタンク群の送算量でバルブで供給量を自動化できると良いけど、いけるのかそれ？いや、予備タンクの終端が埋まってるかどうかで良いのか？埋まってる方を優先、空いてる方を絞る、と。これならいけそうだ。普段は 50% で、どうした？流量を設定できる自動化設備ってあったっけ？これかな？そうじゃないかね？流量を指定はできないみたい。一工夫いるなこれは。また課題が増えたか。毎週、増えてない？増えてるんじゃない？増えるわかめじゃあるまいし、ポンポコ増えないでほしいわ。待て待て。気体バルブで流量を設定した経路を2つ作って、切り替えるってどうよ。経路の切り替えなんてあったっけ？そっちがないのか。やっぱ課題だ。わかめが増えた。左の天然ガス間欠泉の調査を進めています。元気よく吐いてるわね。毎回悩むんだけど、天然ガスの吸気ポンプって隣接が良いのかな。それが普通なんじゃない？そっか。作り直しておくかな。今ならスーツ付きだから、左右どっちでも作業し放題だからね。倉庫あるけどあれなーに？ヘドロ入れてみようと思って。ガスの温度で死滅するかどうか。効率悪そうだけどな。実際にやったら遅くてダメでした。ガスの充満具合によるみたい。さて熱水間欠泉ですが、なんで冷却しようか悩んでます。普通に考えればこの少し右にあるハンピーくんなんですけど、乱暴にも水に浸しただけの液体クーラーを置こうかなとか考えてます。電力引っ張るのめんどくない？超めんどくさい。そして無電力でやりたい。無電力は無理でしょ。給水ポンプも電解装置もあるんだから。オートの部屋をループでいけないかな。待て待て、目的はなんだっけ？熱水の冷却じゃなくて酸素の冷却でしょ。そっか。電解装置で出た水素はハンピーくんのご飯になるのか。そう、だから酸素の効率的な冷却を考える。液体クーラーはいらない。そっか、じゃあ、やっぱハンピーくんの部屋でループかな。その場合、気体遮断機が正しく動作するかが問題ね。今回の液体クーラーでひどい目にあったからな。乱暴にも真空に酸素を捨てるとかどうよ。そんな罰当たりなことしたら視聴者様に何をされても文句を言えないぞ。冗談よ。こいつは、熱湯系の塩水間欠泉、利用するか悩んでます。ぶっちゃけ給水、脱塩、冷却の手間とコストをかけてまで扱うものなのか、疑問が。そうなのよね。放置するのももったいないけど、正直に言って、利用の期待値が低い気がします。塩が手に入るけど電力と熱対策をこれでもかと叩きつけてまで手に入れても、塩バイオームで入手すりゃいいし、うちなら雪塩水もあるしな。放置で良いんじゃない？そうっすかな。サリックスター用の熱源にとは思ってたけど、ここなら二酸化炭素も溜まるし、隙間を設置する手間が省ける。理想的だと思うけどなかなか手が回らない。課題にしておこう。わかめがまた増えた。今週の一大事スレスレのコーナー。本当にやるんかそれ。一応、様式美ってやつよ。まあいいや、右の天然ガス間欠泉の復活まで、残り12サイクルというところで右のタンク群が枯渇しました。危ないところだった。もう少しで石炭発電に逆戻りよ。やはりアプローチしてよかったな。というかこれはそもそも天然ガス一本では持たないシステムだったのでは？どうかな？強制稼働による無駄遣いがなければ十分、足りてたと思うけど。まあ今となっては知る由もないか。左のタンク群の再配管は、右が復活してから実行します。ってことは右の再配管はあと、12サイクル以内に終わらせるわけかね？そうなります。群より、やっとこう。またワカメが増えた。ワカメが増えたところで締めましょう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。